すぐみのやすりがけ。結局どの番手までやるの？プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回の動画はガンプラ制作における永遠の課題、すぐみで済ますならやすりがけ、番手いくつまでやればいいの？です。ちなみに番手っていうのはやすりの目の粗さのことで、数字が大きい方がやすり表面が滑らかになります。過去の動画で私はすぐみで済ますなら無理にやすりがけで仕上げなくてもいいんじゃないって動画を上げましたが、それでもやっぱりやすりがけしたくなる時ありますよね。目立つ箇所のゲート跡とかパーティングラインとか処理したい時ですね。やすりがけすると確かにゲート跡は綺麗になるんですけど、代わりにやすりの傷がついちゃいます。でも一応やすりの目を細かくしていって懸命に磨いていけば綺麗になるのは分かってます。時間かかるし指も疲れますけどね。それでも一体いくつの番手まで磨けば成型品の表面に近くなるのかって自分の中で答えを出したいので、今回は検証企画です。ある程度やすりがけをしたらトップコートすればいいじゃんって声が聞こえますが、今回はトップコートなしでいきます。というのも私がまだ子供だった頃にトップコートを含めた缶スプレーを親から禁止されてたんですよね。ベランダが汚れるとか匂いがなんとかって言われて。ちなみにトップコートっていうのは透明な塗料を吹きかけることによって表面をテカテカにしたり艶消しにしたりするやつです。ガンプラはプラスチック感を消すために艶消しが使われることが多いですね。なので今回はスプレーを気軽に使う環境がない方向けに、すぐみプラス墨入れフィニッシュで育ってきた私がやすりの番手いくつまでやすれば成型品と同じ表面ができるのかっていう検証をします。それでは行きましょう。今回この検証に協力してもらうのは SD クロスシルエットのザクです。 SD クロスシルエットザクといえば私の初投稿動画で全塗装したキットでもあります。ぜひ見てみてください。宣伝です。そしてこのザクの手の甲のパーツ、この目立つところにちょうどゲート跡とパーティングラインがあるので、こちらをやすりがけのみで除去。さらには表面の質感を他の場所と同じにするためにはやすり何番までやる必要があるのか検証します。ちなみにパーティングラインっていうのはここに入っている線のことで、金型製品にはどうしてもこのパーティングラインが出てしまいます。たい焼きでいうところの羽みたいなもんですね。そして今回使っていくヤスリがゴッドハンドの紙ヤスの 10mm 厚を使います。用意したヤスリの番手が400番、600番、800番、1000番、2000番、4000番、6000番、8000番、1万番です。一応120と240番っていうヤスリもあるんですが、これらはもうアスファルトみたいにゴリゴリで深い傷が入っちゃうことがあるので、今回はより実践に近い400番からの使用とします。そして全てドレッシング済みです。ドレッシングっていうのは新品のヤスリをこすり合わせることによってヤスリの流度を整える作業のことです。ゴッドハンドの公式 YouTube でも解説動画があります。それでは実際にヤスっていきましょう。まずは400番から。一応こちらがヤスる前の表面で、ゲート跡とパーティングラインを除去した後にこちらの表面具合にヤスるがけをして近づけていくっていう検証をします。まずはゲート跡を重点的にヤスっていきます。一応途中段階はこんな感じ。まだ若干ゲート跡とパーティングラインの段差があります。はい、400番でのヤスりがけ完了です。パーティングラインは綺麗になくなったんですけど、ゲート跡は若干跡がありますね。一応爪でこすったりすれば目立たなくなることもありますが、これはちょっと難しいんじゃないでしょうか。そうですね、ちょっとやっぱりこれは消えませんね。あとはパーティングラインのところ、こういうところはやっぱり金型の中でプラスチック樹脂が集中してしまうところになるので、やっぱりどうしても密度が高くなってちょっと組成が濃くなってしまうのかなっていう感じですね。こういう部分も気になるっていう人は、これはもう塗装でしか消すことができません。
しかし今回は表面を滑らかにしていくっていう検証なので、こちらは無視します。削る前のものと比べてみるとこんな感じ。やっぱり明らかにヤスリで削りましたよっていう感じがありますね。次の番手のヤスリがけからは、こちらのヤスリでできた傷をいかに消して、そしてこの表面に近づけていくかっていう作業になります。それでは次は番手600でヤスリがけしていきます。そして先ほどはこういう方向でヤスリがけをしたので、そちらと対角になるように今度はパーツを90度回転させて、この向きでヤスリがけしていきます。はい、ヤスリがけしてみるとこんな感じ。正直言って先ほどの400番とあんまり変わらないんじゃないかなっていう表面です。そして元の拳と比べてみるとこんな感じ。どんどんいきましょう。続いては番手800でヤスリがけしていきます。次は90度回転させてこちらの向きでヤスリがけします。そしてヤスリがけする時ですけど、一方通行にやることをおすすめします。行って帰って行って帰ってってヤスリがけをしてしまうと、極端にやるとこういう挙動になってしまって、削った面がかまぼこのような感じになってしまうので、今回の手の甲のパーツのように湾曲したパーツならいいんですが、結構ガンプラはカクカクしたパーツが多いので、一方通行でヤスリがけすることをおすすめします。はい、ヤスリがけ完了しました。表面はこんな感じ。やっぱりどことなくちょっとマットな感じがまだありますね。ヤスリがけしてないものと比べてみるとこんな感じ。ただし表面はもうかなりツルツルしてますね。それでは続いて番手1000番でヤスリがけしていきます。参ります。はい、1000番でヤスってみるとこんな感じ。やっぱりまだ光沢みが若干足りませんね。ちなみに塗装とかする人はこの1000番までヤスリがけすることが多いです。それではさらに番手を上げていきましょう。続いて2000番でヤスリがけしていきます。それでは参りましょう。はい、2000番でヤスってみるとこんな感じ。結構ここから光沢みが出てきましたね。一枚光に反射させてるんですけど、左の光の反射に近くなってきた感じがあります。それでは続いて4000番でヤスリがけしていきましょう。はい、4000番でヤスってみるとこんな感じ。これはだいぶ同じなんじゃないですかね。右がヤスった後のパーツですけど、ライトの反射がかなり近い感じがします。これは4000番が近いのか。一旦次の番手で磨いたらどうなるのかも確認しておきましょう。続いてヤスリの番手6000番でヤスっていきます。はい、6000番でヤスリがけしました。どうでしょう。こっちの方が近いかもしれないですね。これじゃないですかね。答えはかなり LED の反射具合が同じような気がします。ちょっと雑にヤスリがけしすぎて丸くなっちゃったのはちょっとそこはご容赦ください。若干ヤスリでヤスった小傷はあるんですけど、肉眼でパッと見た感じはこの6000番で磨いた時が一番こちらの拳のパーツに近い感じですね。ということでここで検証をやめてもいいんですが、さらに番手を上げていったらどこまでピカピカになるのか見たいと思うので、さらにやっていきましょう。ちなみにですけど、ガンプラってパーツの場所によって表面の感じがちょっと違ってたりするんですよ。これザクの頭の表面ですけど、こちら拳の表面。はい、このようにちょっと表面の具合が違うんですね。こちらの表面であれば1000番ぐらいまでやればおそらくいけるかなと思ってはいたので、今回はこちらのよりヤスリがけが大変そうな拳のパーツを選んでみました。はい、話を戻しまして、6000番から8000番に番手を上げて磨いていきます。
8000番で磨いてみるとこんな感じ。元のパーツよりもより光沢感のある仕上がりになっています。より LED のライトがくっきりしていってます。これが8000番。はい、続いていよいよ最後1万番を使ってヤスリがけしていきましょう。もう表面がヤスリって感じじゃないですね。もうサラッサラです。はい、ということで1万番で磨くとこんな感じ。はい、もう元のやつと比べてももうかなりテカテカになってるのがわかると思います。 LED の光源がより鮮明になってますね。パッと見はよくわからないんですけど、よーく見ると細かいヤスリの傷はやはりどうしても入ってしまいますね。はい、そしてガンプラにはグロスインジェクションっていう成型品の段階からめっちゃこうつるっとしてるんですね。これはリアルグレードのシナンジュっていう機体なんですけど、塗装も何もしてない素組みの状態のものになります。これと比べるとどうでしょう。近い感じはありますけど、やっぱりこちらのグロスインジェクションの方がより綺麗な光沢感はありますね。はい、そしてうちの研究所、光沢を追い求めるのに飽くなき探求心がありまして、こちらを研磨剤を使ってさらにツルツルテカテカにできないかっていうのをやってみましょう。はい、まずはこちらショーアップのスーパーカットコンパウンドポリッシュ、こちらを使用してみます。専用のクロスに出しすぎました。まずこちらで磨いてみましょう。一応磨く前、はい、磨いてみるとこんな感じ。ヤスリの傷がかなりなくなりましたね。ペーパー目消し研磨用とあるんで、ペーパーヤスリの目を消すことができるっていうことなんでしょう。かなり反射の LED がくっきりしてきましたね。それでは最後のとどめ、スーパーカットコンパウンドのフィニッシュ鏡面仕上げ用、こちらを使っていきます。はい、少量を出しまして参ります。磨いてみるとこんな感じ。優勝です。はい、一応元の拳と比べてみるとこんな感じ。それにしてもすごいなこれ。はい、シナンジュのパーツと比べてみるとこれはシナンジュ超えてますね。こちらのフィニッシュじゃなくてポリッシュぐらいまでやればこちらのグロスインジェクションぐらいになるのかなっていう感じですね。なのでこのグロスインジェクションをさらにテカテカにしたいのであればこちらのフィニッシュ剤を使いましょうということです。検証終了です。結果は6000番まで磨けば成型品と同じくらいの表面になるこちらの拳のパーツの場合、さらに1万番まで磨いて研磨剤で磨けばグロスインジェクションになるでした。ということで今回の検証はいかがでしたでしょうか。正直ネタ動画です。ガンプラによって表面具合は変わってきますからね。ご自身で成型品と照らし合わせながらヤスリがけをお楽しみください。ただ400番から6000番ぐらいまで持っておけばガンプラにおいては大体のヤスリがけに対応できるかなと思います。グロスインジェクションまで見据えたヤスリがけをしたい場合は1万番までのヤスリと研磨剤をご用意ください。そろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラを中心とした役立つ情報や全塗装動画をアップしております。この動画が良かった、次の動画も気になるなという方は高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。またこの動画の感想ややってみてほしいことなどコメントくださると私が喜びます。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。